ちょっと今回もご相談なんですけど、今僕の下の部下、ずっと僕が OJT やってて数ヶ月ぐらい見てるんですけど、一向に育つ気配がないんですね。ちょっと諦めモードに自分が入りそうで、ちょっとどうしたらいいのかなっていう、ちょっとお伺いしたいんですけど。なんか、どんだけやっても育たない部下っていないと思うんですよ。基本やっぱ2つ原因かなと思っていて、1つはやっぱり育成の仕方が悪いですよね。上司の問題だと思うんですよ。で、2つ目は、人によって、得意不得意もあるので、強み弱みもあるように、適材適所というか、配置と、もしかしたらやらせる業務が良くないんじゃないのか。多分この2つじゃないかなと思いますね。人として成長しないことっていうのは多分ないと思うんで、その成長速度の違いとか、理解できること、理解できないこと、教え方だと思いますけどね。それをちゃんと学ぶしかないですよね。適材適所とか強み弱みとかって話すと結構日本ってマイナスな部分をプラマイゼロに持ってこうとする圧力が強いなと思うんですよ。できないことを普通にするようにしなさいみたいな。例えばだから勉強で言うならば社会と理科があって、理科はもうすごい90点取れてます。でも社会は20点ですみたいな。この時に先生が言うのって社会を20点をどう90点取らすかみたいな方に頑張るじゃないですか。社会に出たらやるべきことはこの90点の方を95点100点とか、なんなら200点みたいな、これ社会では可能だと思うんですよね。こっち伸ばす方が絶対早いと思うんですよ。この人にこの仕事は適切かどうかとか、この人の強み弱みは何なのかとか、この人の強みを生かすんだったらどんな業務を組んだ方がいいのかとか、そういうことを考えてればいいと思うんですよね。だからチーム部門だったりすると思うんですよ。いやいや、うち10人全員営業なんですよ、同じことしてるんですよって言っても、営業でもいろいろプロセスがありますよね。フローがあるじゃないですか。それこそアポを取るところから受注処理するところまでってありますよね。営業なんかもよくそうですけど、受注するのは得意だけど、受注処理する書類とか抜け漏れがすごい人とかいるんですよ。でも反対に全然営業取れないんだけど、受注処理とか書類は完璧な人とかいるんですね。だとしたらそれ一気通貫で一人でやらせるんだったら、こっちの人になるべく受注業務、ウェイトを置いて、こっちの人に受注処理みたいなウェイトを置いて、良くないみたいなもんですよ。それで2人分以上の成果出ればいいんでしょ、僕は結構そういう考えなんで、そういうふうに考えると結構柔軟性が生まれて、その人の生かし方っていうのが変わってくるんですね。なるほど。で、よく会社で例えるのは、サッカーでねと、11人でやるじゃんと。多分だけど、クリスティアーノ・ロナウドが11人スタメンでも、多分どこの代表チームも勝てないんじゃないかな。なぜならば、やっぱりフォワードですごい点取れる選手が11人いたところで、ディフェンス苦手ですよねとか、なんならスターが11人いても連携難しいですよね。それはやっぱりサッカーで言うならば、役割分担してちゃんと機能してるから、みたいな感じで、サッカーでおいてもゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードって4種類役割がフィールドでもあるわけじゃないですか。それがやっぱりチームとしての補完の仕方じゃないですか。仕事もそういう風に考えたときに、その人の生きる道って多分どこにあるんじゃないかなと思うんですよね。会社におけるその適材適所を探すための判断基準って何をもって選べばいいんですか？例えばよく採用の時に言いますけど、適性診断とかあるじゃないですか。どういう適性を持っているとか、どういう体制を持っているとか、ああいうことからでも多分一つヒントはあると思いますし、日々の業務を見てれば何が得意で何が不可能とか、本人に聞いてもいいですよね。何の時にすごいやっぱ自分はできてるけど何が苦手だとかって本人もよく分かってると思いますし、第三者が同僚から見ても上司から見てもある程度あると思うんですよね。別に一発でそれが成功することはないかもしれないですけど、いろいろ試すことはできると思うんですよ。なので、何をやらせるかっていうのは試行錯誤しながら、とにかくマネージャーだとしたら、どこを成長させて最大限の成果を出すってことだけが目的だから、チームで最大限の成果が出るようにカスタマイズすればいいし、そのチームのマネージャーってそのくらいの権限あるんじゃないのと思うんで、いろいろ試行錯誤やったらいいんだなと思うんですよね。優秀か優秀じゃないかとかっていう定義いっぱいされますけど、僕はこう思ってるっていうのをもう一つ喋ると、世間一般でよく言われる優秀っていうのは IQ のことを指してることが多いと思うんですね。ビジネスでうまくいくのって3つぐらいやっぱあると思ってて、1つはもちろん IQ だと。
でもう一つは EQ、人間力みたいな話ですね。であと、僕は PQ って言ってるんですけど、実践的知性。いわゆるなんか行動力とか、五感の力とか、ちょっと定性的なんですけど、こういう3つがあると思うんですよ。なので、IQ が高い人には、当然 IQ が効果的に発揮される仕事をさせればいいし、EQ が高い人、人間力が高い人とかは、僕からするとマネージャーとかにすればいいです。人を動かす力とか。で、PQ とかはとにかく動く人。論理的に説明難しいけども感力正しいとか、この人に対して適切なところを与えていけばいいと思うんですよ。例えばだから EQ 人間力が高い人がマネージャーやりますと、人から信頼されて、人を動かすことに長けてます、PQ が高い人がとにかくアポ取りとか新規開拓ばっかりひたすらやらせると。でクローザーとして IQ が高い人が論理的な説明をして PQ の人と組んで受注を組みますとか、業務設計とか IQ が高い人がしたりとか。確かにそこの判断基準はいいですね。だからとにかく言いたいことは、部下が育たないってことはないと思う。ないという前提でいかなきゃいけないんですよ。人間成長しないことないですよ。だから1つ目はとにかく自分の育成の仕方とかが至らない。どう育成すればいいのかっていうのを考えたりとか、そもそも仕事の仕組みが悪いかもしれないから仕組みを組み替えるとか、それがだから2番目に言っていたチーム内でのバランスでの適切な役割を与えてしまう話ですよね。を考えるっていうこの2つを突き詰めていったら、必ず成長するか、そのチームの中で、言い方悪いですけど役に立つとは思いますね。ありがとうございます。スキルが育たない部下っていうのはいないと思いますので、ちゃんと上司として育成とかそういったことをやっぱ見直す。2つ目は適材適所みたいな話で、その人をどう生かすかと、それは役割なのかとか、強みを伸ばすとか、そういったことを考えて対応していく、こういうことが必要だなと思います。ありがとうございます。このチャンネルではビジネスに役立ちそうな知識、組織論、そういったことも踏まえていろんな動画を配信しておりますので、チャンネル登録をしてください。そして最後に、この動画もいいねをしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。